こんにちは、中村えり子です。今日は私の愛用品、パリの毎日の生活に欠かせないものをご紹介したいと思います。毎日持ち歩くものとしてはバッグがあるので、バッグもやっぱりその時の気分とかファッションで持つバッグが変わるんですけれども、今日はこちらめちゃくちゃ持ってると褒められるバッグです。面白い形ですね。そう、男性とかも例えば薬局のファーマシーのムッシュとか、マルシェとかスーパーマーケットとか普通に通り歩いてても結構男性に声かけられたりするんですよ。このマダムそのバッグすごい面白いとか素敵とかどこのって、あと日本人とかアジアの女性だとわかるので、あなたの国のものなのとか言われて、違うんですよね。フランスのブランドなんですけれども、そうでこのバッグの中にいつもいろんなものを入れてるんですが、何を入れてるかというと、やっぱりメガネ、老眼鏡は欠かせないので、老眼鏡、まず老眼鏡、老眼鏡これメガネケースですね。これもよくメガネを探すんですよ、バッグの中でこうやって。で時々なんかもう面倒くさくなっちゃうこともあるので、よくこうやって首からかけて使ってたりします。なるほど、首からかけるんです。何か見なきゃいけない時にもカバンの中をいちいちこうやってやらなくてもすぐ見つけられるので、なのでこういうメガネケースが入ってるでしょ。それからポーチだ。汚れてきてるんですけど、実はこれはまだ次女が小学生の時に母の日にプレゼントしてくれたポーチなんですね。そう、お小遣いを貯めて。でこの中に入っているものは子どもたちが小さい時からの習慣が抜けず、バンドエイドとか綿棒とか、やっぱり何かあった時にっていうので入れていったり、あとはディオールの口紅は去年の12月に友人がプレゼントしてくれた口紅で、これも入れているし、そんな感じかな。だからそれ以外、あとこんなものが入ってる。発火オイル。これは、ほらマスクとかをしていた時にも、やっぱりずっとマスクしてるとなんか爽快感がなくなるので、ちょっとこうしたり、あと疲れてる時とか首筋とか、なんかここら辺にちょこちょことちょっとつけてリラックスするためにいつも入れています。あと絶対欠かせないのは一応紅筆。年齢が上がってきてから口紅をつけるようになって、やっぱり紅筆とか必要なので、紅筆も日本で買いました。なんかフランスで買ったらキャップがすぐ外れちゃったりとか、筆のとこがガサガサしていて唇とか荒れちゃいそうだったので、結構良さそうなのを選んだのに、やっぱり日本のものの方が質がいいのかなと思って日本のものを使っています。絶対に欠かせないハンドクリーム。これはエビドンス・ド・ボーテっていううちの夫のブランドのなんですけど、ハンドクリームは絶対に欠かせません。割と小さい時から手がもともとシワっぽいんですね。ちっちゃくって多分細くってちょっとこうシワっぽいのがコンプレックスで、常にハンドクリームを持ち歩いておまじないをかける。綺麗になれ綺麗になれっていう気持ちを込めて、ハンドクリームをつけているので、これハンドクリームを使っています。ハンドクリームって言ったんですけど、やっぱり未だに消毒を持ち歩いているので、どうしても消毒の液を使った後はハンドクリームを使って手を潤す。あとなんだろう、結構いろいろ入ってる。サングラスも入ってるでしょ。最近お天気もいいので、運転する時とか歩いてる時に意外とつけるし、あと絶対入ってるのが拡大鏡。まみちゃんなんか絶対持ってないでしょ。持ってないですね、だって私も老眼が始まるまでは拡大鏡なんて持って何の意味があるんだろうと思っていたけれども、老眼が始まってからは、例えば目にゴミが入るって、普通の鏡だと目のどこにゴミが入ってるのかが見つけられないっていう、この10倍なんだと、目のここにゴミが入ってるんだとか、細かいものが見えるので、ほこりとかほらまつげとか入って、なんか気になる時とかも、普通の鏡じゃ絶対に無理なので。でしょ。あとこれはすごくお世話になっている編集の方からプレゼントしていただいたカードケースなんですけれども、ここにはカルトビタル健康保険証とか、
命より大切な滞在許可証とか、なんかそんなものを入れています。そうそうそう、こんな日焼け止めです。別に夫の化粧品を宣伝しようと思ってるわけではないんですけれども、日焼け止めは冬も夏も常にバッグとか車のポケットのところに入れています。日差し強いですし、特に夏とか本当に運転してるともうこちらだけ焼けたりするので、これ顔用なんですけれども、ウォータープルーフじゃないのでこうさらっと使えるので、テクスチャーがすごいスーッと肌に馴染んでいくので、もうだから顔とかもこうやって1日に何度もつけています。お話しして、お化粧の上からでも使えるんですか？お化粧の上からでも使えますし、私は普段基本的にファンデーションを使ってないんですね。そう薄く塗ってるんですけど、普段は全くファンデーションを塗らないので、こうやってそのまま本当におでことかこうやって塗ってます。今日もほとんどお化粧のファンデーション塗ってないに等しいのでも、こんな感じでですね。日焼けって私別に嫌いじゃなくて、むしろ健康的な肌ってすごくいいと思うんですけれども、やっぱり守りながら日焼けをした方が後々のことを考えた時にいいので。あと何が入っているかというと、あとお財布とこんなちょっとハンドタオル。このハンドタオルもかわいい。かわいいでしょ。ですか？そうそう。かわいい。そう。お友達がプレゼントしてくれて、フランスであんまりこういうハンドタオルを持ち歩く人たちっていないと思うんですけども、手を拭くのもそうだし、何かこうちょっと汚れが気になる時とかにも使えるので必ず持ち歩いています。あとお財布。昔は長財布が好きで、もう大きいこう長財布にちゃんとお札も折れないように入れるとか、ちゃんとやってたんですけど、やっぱだんだん大きな長財布の重さが苦痛になってきて、別に大して重くないのに全然こうっても違うんですよね、この大きさが違うと。だからやっぱり今はこう身軽に肩が凝らないようにバッグの中にちっちゃなお財布で使うようにしています。続いて普段使われている愛用品をご紹介してもらってもいいですか？私は手帳が大好きで、手帳愛が強すぎるぐらいなんですけど、こちらの手帳は30年ちょっと愛用している手帳カバーです。もともとの色は明るいじゃないですか。でももう使い込んでかなりダークな色になっていて、で擦り切れてきているし、一度実は修理にも出してるぐらいなんですけれども、そうずっと大切に使っているエルメスの手帳です。なのでリフィルもその当時から、だから多分1993とか4年ぐらいからのリフィルが全部我が家にあります。取ってあります。取ってあるんですね。そう。毎年だからそれをこう買い替えるのが楽しみで、だいたい9月の末になると待ちきれずにブティックに駆け込んでリフィルを妹の分と私の分を買うのが本当に楽しみです。まだ前の年のが入ってるんですけど、でももう翌年の学校のスケジュールとかそういうのを書き込む時のもう高揚感がもう本当に好きで、みんなきっとスケジュール管理とかきっと携帯でされる方が多い中で、私はこの手帳に全て書き込んでいます。自分の予定とあと家族の予定も書いているので、それが今度こちらが筆入れなんですね。ペンケースなんですけれども、こういう風にペンを使い分けてます。まず私がグリーン、それから夫が茶色、家族全員の予定が赤、プイックと犬がバイオレット、それから長女がオレンジ、長男がブルー、そして次女がピンクっていう風に分けていって、それぞれの予定を全部ここに書き込んでるんですね。これ日本で買われたんですか？そうそう。自分でほら好きに色を入れられるので、ただ予定だけじゃなくって、例えばちょっと健康診断とか行ったらその時の身長とか体重とかも書いているし、あとはいつワクチンを打ったとか、とにかくありとあらゆることを書き込んでます。でなぜならば私書くことが異常に好きで、書くのが楽しくて、なので全てこういうところにメモしています。それ以外にも手紙を書いたりとか、ちょっと学校への提出物を書いたりとかしてますね。いろいろここに入ってるんです。この子とこの子はもうセットで絶対。えりこさんのマストアイテムなんですね。そうですね。あとはシールが好きなので、
シールで本当シールですか？パッと見えるかもしれないけど、パッとほらこうやってシールを貼ったりとか、はいはい。あちょっともうなんか行くともう文房具屋さんに行くのが大好きでなんかこれもそうですよ。全部ちっちゃなファイルなんですけど、は全員のこう処方箋とか学校の予定とかのプリントとかを全部ここに。私本が大好きで昔から好きだったんですけれども、以前だったらお風呂でこうね長湯しながら本を読むとか、夜ベッドの中で寝る前に読むとか楽しみがあったんですけど、やっぱり老眼がスタートしてからなんかこう常に眼鏡がないと読めないので、一手間増えただけでスピードがゆっくりになってしまったことがあったんですね。でもそれがここ数年またやっぱりすごく本を読みたいと思って読むようになって、もう多い時には1日1冊とか2冊の時もあったし、内容にもよるんですけれども、もうすごい月に10冊とか15冊読んだ時もあったし、今はちょっとこういろいろバタバタとしているので少しまたテンポが遅くなってるんですけど、でもこれもこの間この最近読んだ本で、この晴れたらいいねというのもちょうど昨日読み終わって、で昨日の夜読み始めたのがこれ、夕暮れに夜明けの歌をっていう本を読み始めてるんですけれども、本当に本があることで、こんなにも気持ちが豊かになるんだっていうのが私のなんかこう本が好きな理由かもしれないんですね。で、こう YouTube もそうだし、ネットで情報がうわーっとそこに溺れて息苦しくなってる感覚が常にあったんですけれども、本当に本をまた以前のように読むようになってから、ちゃんとそういう情報の波と距離を上手に取れるようになって、なんか自分が必要としないものには目も耳も傾けないという強さが持てるようになったし、本を読むことで全くやっぱり知らない世界を知って、日本語の美しさを再発見してということもあって、今本当に本が欠かせなくなっています。もしかしたら日本にいたらここまで本を求めなかったかもしれないんですけども、多分今こうやってやっぱり外国にいるということで、日本語に触れる機会が我が家はね、夫もフランス人だし、子供たちとの会話もどうしてもメインはフランス語になってしまうし、会う人もフランス人に会うことの方が圧倒的に多くて、多分日本語を話す機会とか、その日本の情報に触れる機会がないから余計にきっと本を欲してるんだと思います。で、それもあと電子書籍じゃなくって、この紙がいいから、日本に行くたんびに大量に買って帰ってきて、で結局読み切れてないから、その読めてないのが大量に溜まってるんですけれども、本を読んでるとまたこの本も読みたい、この本も読みたいって、もうどんどん増えてきていて大変なことになってます。一生のうちにあと何冊読めるんだっていう話できっと本好きの方もこの YouTube を見てくださっていたら、なんかおすすめの本とかあったら本当に教えていただきたいです。もう様々なジャンルを読まれるんですか？そうですね、様々なジャンル。たまたまここら辺は本当に最近のものなんですけども、やっぱ古典も好きだし、歴史小説とかも好きなので、いろいろですね。こちらは一体何ですか？これ何だと思いますか？クリーナー。そう、クリーナー。私ハンドクリーナー命なんですよ。日常生活に欠かせない、猫もいるので猫の毛とかもあるんですけれども、もう常になんか持ち歩いて、あちこちこう細かいものをちょっと気になったところがあったらパパパパってできるし、溜め込まないでちょこちょこやってると意外とお掃除も楽なので、ハンドクリーナーは愛用品です。フランスで買われたんですか？そうです、そうです。これも夫が上手なんですよ、いろいろ見つけるの。で、私はほら電気屋さんとかで見ると結構大きなハンディクリーナーしかなかったんですけど、こういうコンパクトなの見つけたよって言って、なんかネットで見つけてくれて、これだとキッチンにこうやって置いてあっても邪魔じゃないし、デザインもシンプルなので。で、毎日のスキンケアアイテムとかで使われてるものありますか？そうで、夫が私のために作ってくれた化粧品なので、なんか別に肌がすごい弱いわけではないんですけども、残念ながらやっぱり新しいものをトライするとちょっとこう、本当に痛がゆくなっちゃったりとか、こう目がガーッと腫れてしまうようなこともあって、毎日続けることが大事だと思っているので、これからこうお日様がますます強くなっていくじゃないですか。で、その年によって違うんですけれども、今年に関して言うと割と早い時期からスタートしてたんですが、いつもだとだいたい3月ぐらいからこういうブライトニングケアのラインを使って、これ
粧水でしょ。で美容液とクリームなんですけど、ちょっとこう日焼けをしやすくなる時期に備えて、はい、ブライトニングケアのこのセットで手入れをして、年に半年ぐらいこの子たちを使ってケアしてます。すごく日焼けしやすい肌なので、ちゃんと肌を作っていく感じですかね。日焼けしても元気でいられる肌っていうか、日焼けをしても内側からなんかこうパッと明るいような肌を作るっていうので使ってたりとか、あと私がすごく乾燥肌なのでよく使ってるし、本当に飛行機に乗る時にも使っているし、旅行に行く時にも使っているのがこのマスククレームっていうマスクがあって、これはただ顔に塗るだけなんですけれども、乾燥をしてればしてるほどやっぱすごくこう肌が栄養分を必要としてこう飲み込んでってくれるような感じがして、乾燥した肌とか疲れた肌の時にものすごくこう回復力があるので、定期的に使ってケアをしています。こうマスクスペシャルって言って、こう例えば今日みたいに撮影をしようっていう時は頑張りたいじゃないですか、気持ちも肌も。ちょっと夜出かけなきゃとか、今日仕事頑張んなきゃっていう時にこう気合を入れてくれるようなマスクですね。いいですね。そう、自分をいたわってあげてるような時間なので、大事じゃないですか。だからこういろんなものを並べて楽しんでます。皆様いかがでしたでしょうか。今日は毎日の生活に欠かせない必需品をいくつかご紹介いたしました。ぜひこんなものも見たいとか、こんなものはどうやって使ってるのっていうご質問などあったら、お寄せいただけたら嬉しいです。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。